はい、皆さんこんにちは。今日はシュートチャンスを作る、ゴールを奪うというテーマで、基本ベースは1-4-2-3-1、相手のフォーメーションは1-3-4-3です。まずは相手の特徴を確認をしていきましょう。この3-4-3は3列になり、それぞれの間を有効的にボールを動かしていきましょう。そうすると8番、10番の前後が空いてくるのがわかるかと思います。それを防ぐために18が下がり、11、7が下がります。ラインはこのような形になります。また、そのライン間がこのような形で作られますので、この間でボールを受けることが望まれます。ボールがサイドに入った場合、中盤のラインがずれて、ブロックの形成が変わります。さらにターゲット、ワイドのポジションを取り、常にゴール方向にボールを進める努力をしていきましょう。どんな場合にもターゲット、ワイドのポジションを取り、ボールを前へ前へ動かしていきます。必ずボールをもらう前に周りを見たり、ボールをもらうときは必ずゴール方向を意識して振り向くといったプレーが常に必要になってきます。さらにテンポよく素早くボールを動かすことも必要になってきます。そのようなプレーが成功していくと、動画のようにボールがゴールに吸い込まれていくことになります。それでは 3D を見てみましょう。次に9がボールホルダーにプレスに来て、11が3、7が5をケアする形を確認していきましょう。3ラインができます。11、9、7、そして5、6、そして5枚のラインが出来上がります。また前のところの5人でブロックがこのように形成されます。ライン間、また間をボールを通せるようにポジションを6、10、8が取ります。さらに前に進めるための7、9、11のポジションもとても重要になってきます。常にターゲットとワイドをボールを動かせるように取りながらプレーを判断していきます。8番にボールが入りましたけども、このような形でボールを入れながら周りのポジションをしっかりと取っていきましょう。相手の中盤のラインも変わってきますが、常にターゲット、ワイドを取るようにしていきましょう。ボールを常に前に進めるつもりでボールを進めながらワイドを有効利用し、ラインを突破していきます。最後のラインも細かにターゲット、ワイドのポジションを取り、相手の間をちゃんとボールを動かせるようにしていきましょう。素早くプレーを続けていきましょう。それでは 3D を見てみましょう。次に11がボールホルダーにプレスに行き、中誘導をしてきた場合ですね。この場合、9と7番のポジションを相手が内側を切ってきた場合には、5番、2番が空いてきますね。ターゲットポジション、そしてワイドポジションはしっかり取りながらボールを取られないように配球していきます。常に相手のラインを確認をしながらボールを進めていきましょう。ブロックを意識しながら立ち位置を確認していきましょう。テンポよくボールを動かすこと、判断を早くすることもすごく大切になります。このようにラインが2列になってきて変形してきますので、より有効的にポジションを取りながら
ボールを進めていくようにしましょう。相手を引きつけることができたら、素早く空いている仲間にボールを配球し、空いているスペースにボールを運んで、よりゴールに早く進めていくようにしましょう。このハーフスペースへ走り込むプレー、またボールを配球するプレーはより得点につながりやすくなります。積極的に行っていきましょう。それでは 3D を見てみましょう。次の場面は11がボールホルダーに来て中誘導してきた場合ですね。先ほどは7が下がっていましたが、7も5につきボールを内々に行かせるような守備をしてきた場合の説明をしていきたいと思います。この場合、真ん中にブロックができますので、より有効的に動かすには6番、8番、10番のポジション、さらに7、9、11の的確なポジションが必要になります。また、ボールホルダーに対して相手11、7が守備に来ていますので、青のスペースのところに8番が引き3枚を作り、数的優位を作っていきましょう。8番に9が来た場合には6が空きますので、6へパスをすることが有効的になるかと思います。それでは 3D を見てみましょう。8番が下がり、ダイナミック3を作った後、8番に対して9番が動き始め、6番が空いた時の場合を説明していきます。この場合も6番のパスコースを作りながら10番、9を狙いましょう。念のために3番、8番のポジションはすごく大切になります。6番にボールを配球できましたら、5、6のラインを意識しながら10、3のワイドのポジション、さらに9、7のターゲットのポジションを取れるようにしましょう。7にボールが配球できましたら、7もボールを前に進める努力をし、2、10、4、3、8のポジションを確認してボールを前に進めていきましょう。ワイドに10、3、ターゲットに9が狙い目ですね。このような形でポジションを取り、素早くボールを動かしていきます。時間をかけすぎると相手がすぐにボールまたマークに来てしまいますので対応されてしまいます。素早くボールを動かし、判断を早くし、相手より一歩早くボールを進めるようにしましょう。有効的にハーフスペースのこの青のスペースも使うことが有効的になるかと思います。それでは 3D を見てみましょう。次の場面は6に9がマークをしたため8が空きます。8にボールを配球し、8の前のスペースが空いてますので積極的にボールを前に進めます。7、9を引きつけ10ターゲット、9ターゲットと意識しながら相手の11、9、7にできたラインを意識して16がポジションを取ります。10にボールを配球できましたら6、5、
のラインを意識して次のプレーを考えていきましょう。9、11、7のポジションをターゲットとしながら6、5、2がワイドポジションになりますね。こういった形では相手は密集していますので、できるだけ早く判断をし、ボールをもらう前に周りの状況を確認していくことが重要になります。ボールを受けましたら、前に進められる場合には素早く前に進め、相手にボールを取られないように、またボールを出すタイミングがあるうちにプレーを判断し、ラインを突破するようにしましょう。それでは 3D を見てみましょう。それでは今日の動画をこれで終わります。皆さんいかがだったでしょうか。